鍋料理の話。冬、家庭で最も歓迎される料理は鍋料理であろう。煮たて、焼きたてが食べられるからである。鍋料理では決して煮ざましを食べるということはない。くつくつと出来たての料理を食べることが何よりの楽しみである。だから鍋料理ほど新鮮さの感じられる料理はない。最初から最後まで、献立から煮て食べるところまで、ことごとく自分で工夫し、加減をしてやるのであるから、何もかもが生きているというわけである。材料は生きている。料理する者は緊張している。そして出来たてのものを食べるというのやから、そこには隙がないのである。それだけに何ということなく嬉しい。そして親しみの持てる料理と言えよう。しかし材料が鮮魚、繊細という生き物が入った上での話である。入れるものがくたびれていたのでは十分のものはできへん。これは鍋料理に限らぬ話であるが、念のため申し添えておく。家庭でやる鍋料理は、原料はこれとこれだけと決まっているわけではない。前の晩にもろた折り詰め物やとか、買い置きの湯葉やとか、風やとか、こんにゃくやとか、あるいは豆腐を使おうと、何でも独創的に考案して、勝手にどんな風にでもやれるのである。鍋料理のことを東京では寄せ鍋と言うけど、上方では楽しみ鍋とも言っている。なぜ楽しみ鍋というかといえば、鯛のお頭があったり、かまぼこがあったり、鴨があったり、いろいろな材料がちらちら目について、大皿に盛られたありさまが華やかで、あれを食べよう、これを食べよう、と思いを巡らして楽しみやからである。楽しみ鍋という名称は実によく当てはまっている。しかし、寄せ鍋というのはなんだか簡単すぎて感じの良い名前ではないと思う。鍋料理は先にも言った通り材料がいろいろあるし、それを盛る盛り方にもなかなか工夫がいるのである。この点を注意しないで存在に扱うと、いかにもくず物の寄せ集めみたいになってしまう。関東の風習は薄く平らに並べるようであるが、あまり感心せえへん。フグみたいなもんは大皿に並べざるを得へんけど、それは特殊なことであって、鍋料理の材料を盛るのは深鉢にこんもりと盛るのがよろしい。材料はさっき述べた通り何でもよい。ただ感心せえへんのは貝類である。貝類はほんのわずかなら構わへんけど、
多く使うと、どうも味を悪くする嫌いがある。貝類は結局出汁を悪くして、他のものの味まで害するからいけへん。また、貝類は魚や肉にも調和せえへん。外国料理はシチュー、カレー、スープの中によく貝を使っているけど、マッチせえへんのが多い。これは外国には貝類も魚類も少ないので、重宝がっているせいやろうけど、料理の味を壊してるのが大方や。それとは逆に、日本では貝類がいくらでも取れるので、存在に使用しているようや。貝類を多量に使用すると、悪どい料理になってしまうので、良い料理とは言えへん。貝類はなるべく混合さへん方がええやろ。さて、出汁のことやけど、人によって好みは様々である。あっさりしたのが好きやという人もいる。あっさりしたのは大概酒を飲む人に向く。飯を食うのにはいくらか味の強いのが良いかもしれへん。この辺も寄せ鍋は自分の好み通りに行くから、誠にもってこいの料理である。タレはあらかじめちゃんと調合して作っておくことが大切である。初めから終わりまで一定の味のタレでやるのでないと、材料が変わるたびに砂糖を入れる、醤油を入れる、水を入れるという具合で甘かったり辛かったり水っぽかったり、味がまちまちになってしまう。それでは面白くない。また幾人もが変わる変わる世話をすると、必ずこういうことになる。一人きりで世話をするにしても、味加減というものは厳密に一致するとは言えへんから、どうしても前もって料理に必要な分量だけ作っておくのがいい。味はあまり強めでないのがいいけど、これはその家の風でこしらえるのがええと思う。タレを作るにはすでにご承知であろうけど、砂糖と醤油と酒とを適当に混和する。酒はふんだんに使うのがよろしい。寒ざましでよい。アルコール分は含まれてなくてええのやし、飲んで酔おうというのとは異なるから、寒ざましでいいわけである。ごく上等の酒を思い切って多く用いるのがよい。鍋料理は材料が主として魚などで、だしには鰹節より昆布の方が良い。鍋料理は出来たて、煮たてとすべてが新鮮だからいいので、おでん屋というものが流行るのにもここに一因があるわけや。あれは決して料理がいいから流行るのではない。あの安料理のおでんがうまいのは、つまり出来たてを待っていて食うというところにあるので、実際は美味しいもんでも何でもないのである。舌を焼くような出来たてのものを食べるから、おでんは美味しいものと評判になってはいるけど、その実粗末な食べ物なんや。粗末なおでんすら出来たてゆえに
私たちの味覚を喜ばすのであるから、お座敷おでんといえる鍋料理は相当の満足を与えるに違いない。私はおでんも天ぷらも立ち食いは経験をしているから、その味がおよそどんなもんやかわかっている。ところが、私の考えている鍋料理となると、それらとははるかに距離のある高級なもんである。その方法は創作的に、独創的にやられればよい。鍋料理は気の置けぬごく懇意な間柄の人を招いて和気あいあい家族的ににぎにぎしく付き合うような場合にふさわしい家庭料理と言えよう。次に作り方、食べ方の要領をお話ししよう。鯛を煮ると仮定しよう。3人か5人で食べる鍋やとすれば、その人数が1回食べるだけの分量の鯛を煮る。煮えたら、それをすっかり揚げてしまう。次に野菜を入れる。鯛の頭などはよくスープを出すから出汁が増える。ところが野菜は出汁を吸収する。そういう材料の性質を見て、出汁の出るもの、出汁を吸うものを交互に入れて煮るというふうにする。そうして一回ごとに鍋の中をきれいに片付けて、最後まで新鮮な料理が食べられるようにする。食べ方にもこのような工夫がいる。私は鍋料理の材料の盛り方一つにしても、生け花と寸分違わないと思っている。生け花というのは、自然の草や木を自然にあるままに生かそうというので、そのためにいろいろ工夫をする。料理も自然、天然の材料を人間の味覚に満足を与えるように生かし、その上、目も喜ばせ、楽しませる美しさを発揮すべきやと思う。その心の働かせ方は、花を生けることと何らの違いもない。普通の家庭では、何かの時だけ儀式的なことにむやみと飾り立てたりしながら、平常は存在に物事を扱っている平風があるのを、私はどうも面白く思わへん。美的生活をなそうとするには、特別な時だけではダメである。いつでもどんなものにも美を生み出す心がけを忘れてはならへん。私の考えていることには、日常生活の美化である。日々の家庭料理をいかに美しくしていくかということである。材料に気を配るとともに、材料を取り扱う際の盛り方からまず気をつけて、いかにすべきかと工夫するんや。工夫は細工ではない。工夫とは自然に最も接近することや。鍋料理の材料の盛り方一つでも心がけ次第で、くず物の寄せ集めに見えたり、見る目に快感を与え、美術的に類する美しいものに見えたりする。
そういう区別が生ずるのである。盛り方を工夫して手際の良いものにしたいと思うとき、当然そこに食器に対しての関心が湧いてくる。すなわち、陶器にも漆器にも目が開けてくるという次第になるのである。